ここはもはや京都ですね。中小企業庁の頑張る商店街77選に選ばれた商店街でございまして、はい、こちらなかなか渋いですね。烏山飯店でございます。間違いない。これは何？充電できるのか。すごい、充電ボックスがある。こちらは千歳烏山の小京都とも呼ばれております寺町通り、26もののお寺さんが立ち並んでおります。なんかインド様式みたいな感じですね。これ素敵ですね。この朱色の橋とこの、鴨池。まもなく2番線に準特急新宿行きが10両編成で参ります。黄色い天井ブロックの内側でお待ちください。次は明大前に停まります。The next train will be arriving shortly. はい、どうも皆様こんにちは。座れる休憩場所検索と Find My Town というサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、東京都世田谷区にございます千歳烏山駅に来ております。こちらは京王線の準特急停車駅となりまして、最速で新宿まで12分くらいで行けるかと思います。準特急停車駅になったのは2015年ぐらいからですかね。こちらね、準特停車ということで、新宿まではですね、千歳烏山の次は明大前、笹塚、新宿といった形で3駅で新宿まで行けるというのが一つの特徴でございます。ただ今ですね、京王線は朝ちょっとですね、数珠つなぎでちょっと詰まりやすい状況になりますので、朝の通勤ラッシュ時は新宿まで約22分ぐらいでしょうかね、急行を使っての利用となります。でこちらの千歳烏山ですね、地理的には世田谷区の西の端の方に位置しておりまして、すぐ隣が調布市になります。ですので千歳烏山の隣駅仙川は調布市になりますね。はい、で千歳烏山の周辺はですね、こちらは主要道路、甲州街道や環八道路、並びに首都高速4号新宿線といった主要な道路がございます。それ以外にもですね、千歳烏山、こちらを起点としてですね、成城学園、吉祥寺といったところまでですね、自転車を使ってアクセスすることもできるという一つのね特徴でございます。千歳烏山というとですね、この烏山っていう名称がですね、結構特徴的かと思います。千とからとかね、結構略したりするんですけども、この烏山っていうのはですね、もともとこの辺はですね、黒土、工作に適したですね、黒土がね、地盤から出土するという意味合いで、その黒土をですね、カラスに当てはめまして、黒土をカラスに当てはめまして、であとは耕作地という意味合いで山っていうですね、名称をつけまして、カラス山といった名前になります。千歳というのはですね、この辺り昔は千歳村という名称でございましたので、その千歳村から取ってですね、千歳烏山ですので、この近くにございます小田急線の千歳船橋はまさに千歳村の船橋ということで名前がついているんですね。はい。で、今ですね、京王線の回数北口におりまして、ちょっとここからですね、ぶらりしてみましょう。北口のすぐ隣には地下自由通路がございまして、ここの踏切のですね、渡って、南口の方にアクセスすることができます。こちら、目の前に、この通りですね。ちょっと渡っていただけますか。はい。この通りに、ございます目の前、これがエルモール烏山というですね、大きな商店街になっていますので、ちょっとこっちの方行ってみましょうか。はい。で、こちらの踏切はですね、結構ね、朝は
通勤時でしょうかね。結構踏切の渋滞というのはね、発生してしまうっていうね、状況でございまして、先ほど申し上げましたけれどもね、主要な道路、甲州街道とか近くにありますので、甲州街道とかから、出入りする車とかで、ここは結構ですね、踏切渋滞に捕まるといった形になっています。ただ、2022年ですね、仙川から笹塚間のこの京王線の高架化の工事が進めば、こちらは今2面2線式の京王線のホームとなっていますが、こちら2面4線式のホームになることで、こちらの踏切というですね、この渋滞というのは解消される見通しでございます。あとですね、こちらの今踏切のところですね、見てもらえばわかるかと思うんですけど、自転車が非常に多いですね。はい。千歳烏山はですね、非常に自転車を利用する方が多くてですね、自転車の駐輪場不足といったね、ちょっとそういった声も上がっておりますが、今お話ししました京王線の高架化工事なんですけどもね、こちらに用地取得の東京都の看板がございますね。こちらの芦花公園と千歳烏山のこの事業認可区間というなんか書いてありますけど、こういった感じで2022年ですね、着工を目指して工事が進捗している状況でございます。はい。それではこちらの踏切を渡ってですね、ちょっと商店街の方行ってみましょうか。はい。こちらはですね、エルモール商店街なんですけども、なんだっけな、中小企業庁の頑張る商店街77選に選ばれたと記憶しておりますが、こちら東京都でも有数の商店街でございまして、規模も結構大きいですね。武蔵小山とか、十条とかね、いろいろ商店街あると思うんですけども、こちらのね、千歳烏山もね、商店街一つ見どころのポイントでございます。はい。で、さっきの地下、自由通路はこちらになりますね。南口と北口をね、通じているところでございますね。はい。じゃあちょっと、ここの商店街を、ぶらりしてみましょうか。はい。といったところで、ここは清水屋ですかね。食料品、生鮮品を扱う、清水屋スーパーですかね。あと、こちらはちょっとね、コーヒー亭か。こちら、サイフォンコーヒーと手作りケーキのね、コーヒー亭っていうのは、あるみたいで、ちょっとなかなかね、渋い外観な、階段があるんですけども。うん。あとは、お蕎麦屋さんのね、高台でしょうか。はい。あと、こちらスターバックスも、ありますね。千歳烏山駅ですぐのところに、ございます。こちらはなんか入り口がなんか、木彫ウッディな感じで、こっちの方はですね、スパークリングデイズっていうなんだか雑貨屋さんがございます。スパークリングデイズという雑貨屋さんかな。観葉植物とかもね、扱っているお店でございますね。そうですね。なんだかね、外観もね、可愛らしいお店なんですけども、ここはね、2020年で、5周年を迎えるといった、ところでね、ここちょっと個人的には入ってみたいんですけど、ちょっと撮りながらだと入れないんでね、ぜひ気になった方は行ってみてください。この2階にもね、どうやら、階段でフロアがあるみたいなんで、ぜひ、そういったらいいと思います。ちょっと一本ね、路地入ってみました。これは、あれか、ウーロン茶？あれか、タピオカか。とか、こっちの路地裏の方は、こういうちょっとですね、路地裏の方にもね、いくつかお店がありまして、こういったところなんかやっぱ散歩してみると面白そうですね。今目の前に見ますこちらのエスプレッソと、軽食、ボソンというところ、こちらもね、ランチプレート800円からってありますので、ね、アサイーも扱ってるね、こちらのエスプレッソとコーヒーのお店とか、ありますね。ちょっとじゃあ裏路地入っちゃいますか。いきなり裏路地入ってしまってね、恐縮っていうかいいや、いきなり裏路地になっちゃいましたけど、ね。立花プラザっていうこの看板が、あります。ここもアパレルショップですかね。扉の、ね、赤い扉が可愛らしい。ポコアポコ。ポコアポコってなんか聞いたことある。
栗大福とかの、お菓子、立花とかお店とか、急になんかここはですね、いい感じの立ち食いそば屋がありますね。立ち食いカレーもある。いいね。なんかこういうとこはちょっと、古い感じのなんか。でもそんな古くないのか。ねなんかこう急にこの立ち食いそばとカレーが出てくるっていうのはなんか趣あるなと思います。はい。結構地元の方、利用されている方多いみたいですね。まあ、お寿司屋さんかな、とか、なんか、あるほか、こっちもスナックとか、マッサージとか、いろいろありますね。どうしようかな。またじゃあこっちの方戻ってきますかね。ここのね、烏山のね、烏山のお寿司屋さんもね、ございますね。烏山セット。ね。茶碗蒸し付き、お吸い物付きですよ、といった形でね、なんかお寿司食べたいなって時はね、良さそうですね。で、あとは、まあ、この、レンゲ食堂当主。レンゲ食堂もね、最近増えてきましたね。はい。おはようございますと。で、ここなんかいいですね。ここは、シックな感じでね、落ち着けそうななんか、喫茶店でございます。ここはね、ランチですとね、ドライカレーとかね、レギュラーブレンド、ちょっとこういったいろんなね、コーヒーが楽しめる、ケーキセットもあるのかな、はい。ちょっとゆっくりなんか、コーヒー屋さん入りたいという時に、なんか良さそうな感じがしました。はい。で、あとですね、こちらのね、KC。ここの、ネパールインド料理屋さん、インドカレー屋さんなのかな、っていう感じで、ちょっとこうね、一本路地入ってみるとね、なんか面白い。じゃあちょっとエルモール、烏山の方ちょっとね、こう戻っていきましょうか。この右手にはね、オリジン弁当があったりとか、あと、フルーツ屋さんもありますね。なかなかこういうね、フルーツ屋さんも、ね、だんだん減ってきちゃって、なんか、美味しい果物でも買って、ね、ご家族の方も喜ぶかなって。あとはまあ、お茶海苔屋さん、陶磁器屋さんとか、ありますね。ここはなんかパティオプラザって言って、なんだ、韓国料理か。中華料理か。中華料理屋さんとか、1階はブティックですかね。という形でですね、もつ焼きアイランドとかなんか、これなんか、かわいいですね。小祝じゃないのか。ちょっと違うのか。アイムパーティーギフト。なんかね、ぬいぐるみたくさん売ってる。可愛らしいですね。今、ハロウィンの時期でございますから。で、こういったかぼちゃのお皿とか、あとは、お帽子かぶってるうさぎさんかなとか、なんか、とても可愛らしい、ファンシーなお店ですね。で、こっちの右手側は、お菓子の町岡とか、そういった形。あと、ここのなんか、よろずや、いいですね。よろずや。ね。よろずやとか。あと、靴屋さん。あと、文具の原島っていうのは、千歳烏山になんかもう1店舗ぐらいありましたよね。文具の原島。といった形で、あと、松の宿通る、ラーメンのせいやか。っていう感じですね。で、今、千歳烏山駅南交差点に来ました。で、こっちの右手は行くとライフありますね。その前に、ここのですね、エルモール商店街ですね。ここ車両通行止めになってるんですね。平日、土曜日3時から7時、日曜祭日はお昼から夜7時までは、通行止めになってると
いった形で。で、ここですね、商店街街路灯あると思うんですけど、これですね、エルモール商店街、エルモール烏山ですね、東日本大震災の時、それ以降ですね、こちら商店街の街路灯はね、夜でも常時点灯の状態にしてるんですね。こういった街路灯がね、常時点灯してるっていうのはね、女性の方にもですね、帰り道、危ない思いしなくて済むのかなと思いますけど、そういったね、エルモール烏山の取り組みっていうのがあります。じゃあ、ここからまたね、ぶらりしていくんですけども、ここの、成文堂書店。あ、閉店してしまったんですね。7月26日閉店。うわこれショックですよね。ちょっと、最近ちょっとね、いろいろ厳しい情勢が続いてますからね。あとはこちらね、愛知、お布団屋さんですね。うん。お布団。あとは、この辺も飲み屋さんとか、あとは、ドラッグストアですかね。うん。っていうのある感じですね。ちょっと渡ってみましょうか。平川っていうのかな。うん。ここもね、なんかね、可愛らしいお皿、売ってます。このね、土鍋も売ってますんで、一人暮らしとかだとこれぐらいのサイズでもね、お鍋楽しめそうですね。こっちの方は、もうマンションですかね。うん。南烏山5丁目あたりを今、トポトポ歩いてますが、なんかカフェが見えてきましたね。ここはなんか内装おしゃれそうですね。この照明もなんだかダウンライトがいい感じですね。ここはね、カフェイエローというお店ですね。テイクアウトもあるし、ランチは、マカロニグラタン、ガパオライスとかね、いろいろタコライスとかあるんですけど、結構中はですね、20代、30代ぐらいの方かな。結構ね、利用されているようで、なんかおしゃれな感じですね。途中までしか見てなかったんでね、反対側からもちょっと見てみたいと思うんですけど、ここの、堀田牛肉店でしょうかね。ここ結構聞きますね。1966年からやってるね、お肉屋さんでございますけど、今日はちょっとやってなかったかちょっと営業してる時来たかったんですけどね。お肉屋さんあります。あとこの辺も、小粋なお店があったりとか、ここ結構なんか有名なのかな。結構いろんなね、スポーツ代表選手が訪れたりとかしてる。このピッツァ、そうだ、思い出した。ここのピザは結構なんか、千歳カラスヤム調べた時なんか出てきましたね。うん。ね。いいな、ピザ屋さん。本場ナポリのね、美味しいピッツァをご堪能くださいってことでね。ナポリで、ね、私ナポリは行ったことあるんで、ピザ食べたことあるんですけど、結構お腹いっぱいになっちゃいますね。一人だとちょっと食べきれなくて、その場で出会った友人とシェアしましたけど、はい。で、あとこういう新興系の、高級食パン専門店。ね、間違いないってことですね。はい。高級食パンは最近トレンドですよね。いろんなとこ結構増えてきまして、北品川の食パン屋さんとか結構並んでたりとかしますし、結構並んで、あれですね、買ってきますよね、食パン屋さんね。間違いないのがプレーンなのか。で、100% がレーズンという形でね、こういった食パンを売っていると。なんだかこのテレビでもなんか取材とかされたのかな、こういった感じで、ガイアの夜明けとかですかね。あとはフジテレビとか、結構テレビでもね、取材されているところでございます。ですね、こうなんか二股に分かれてる道に出ましたね。発見通りっていうんですね。発見通り。世田谷区のロゴが入ってますけど、左側に。発見通りということで、
ね、由来は何でしょうかね。8軒、軒が8個あるから8軒なんでしょうか。それとも何かしら発見があるのかななんてね、感じなんですけど、発見通り。ここをまっすぐ行くと、多分、祖師ヶ谷大倉、東京テラスっていうですね、青山学院理工学部の跡地をですね、大規模開発した高層マンションがあるんですけども、緑豊かなマンションで、結構ね、人気のある東京テラスっていうマンションを挟んで、サミット越えたら、祖師ヶ谷大倉かななんて気がしますね。うん。千歳船橋方面にも行けるのかな。どうなんだろう。ちょっと、見ましょうか。あ、これ地図ありましたね。これ見ればよかったですね。今、おります、こちら現在地のところなんですけど、エルモール烏山っていうのはこの辺りでしょうかね。商店街がありますといった形で。で、ここの現在地からこうまっすぐ伸びてますね。うん。こっち行くとね、粕谷の区民センター通りのところがあるかな。もう少し大きい地図がありますかね。あったありましたね。これ見ればよかった。これ見ればよかったですね。千歳からあって、成城学園があるんですけど、これ祖師ヶ谷大倉って。で、私ですね、祖師ヶ谷大倉と千歳船橋は街歩きした動画ありますので、ぜひですね、ご覧いただけると嬉しいです。はい。まっすぐ行きますと、確か以前食べた香味坊っていう中華料理屋さんがあったと記憶しておりまして、そこの中華料理のですね、何食べたかな、ランチセットみたいなの食べたんですけどね、とてもね、美味しかった記憶がございます。味がですね、やっぱね、本格的で、香辛料っていうかね、しっかりと、したね、味が楽しめるところでございまして、まあ私、そんなに舌超えてないんでね、わかんないんですけど、でも、ね、普段食べる中華料理と全然違うなって、ね、ぜひおすすめだと思いますので、香味を、見えますかね、ちょっと先だったと思うんですけどね、うん、ありますので、はい。こっちの方ですね。いずるっていうところで、なんかメニュー表がこれなかなか奇抜でいいですね。うん。ちょっと今日は、やってないのかな、常設展とかあるからなんか展示もやってるみたいですね。水の宝石軟水風呂でございます。ツルツルの湯。肌荒れ敏感肌に悩む方にね、聞くと世田谷で随一の良水な軟水を利用しているということでございます。ジェットリラックスバスっていうことですね。いいですね。湯の成分、ここに書いてあった。軟水とは、硬度成分を取り除いた水のことです。硬度のある水で石鹸を使いますと、赤をしても石鹸ガスが皮膚に付着して毛穴を下げてしまうため、これは軟水であれば完全に汚れを落とすことができ、健康上の効果が現れますと書いてありますね。そう、祖師ヶ谷大倉のお散歩動画でも紹介したんですけど、祖師ヶ谷21っていうですね、天然温泉のね、浴場がございまして、結構世田谷エリアっていうと、ね、そういったところはちょっと有名なんですけども。はい、じゃあ、なんかすごい人が多くて賑わってるんですが、ここのですね、豊前っていうおうどん屋さん、ここすごいなんか人気みたいですね。豊前のごぼうだし、麺を楽しむごぼう天とかありますけど、すごいね、並んでますね。うどんの豊前っていうところでございました。はい。で、はい、こちらですね、ライフ見えてまいりましたね。スーパーマーケットライフで、横は子育てステーション烏山。で、千歳烏山ですね、先ほど駅前来ましたけど、バスロータリーがなかったんですね。ですので、こちらのね、ライフのとこまで歩いていくと、関東バスかなあれは利用できると思います。成城学園とかですね、小田急方面のバスも出てますので、千歳烏山ですね、結構縦へのアクセスがバスでいいんですね。こちらのライフの方はですね、成城学園とか、小田急側なんですけども、反対側の区民図書館の方は、あっちは荻窪とか吉祥寺の方に行くバスが出てたと思います。
実際は、八幡山とかですね、千歳船橋駅の、バスが出てますね。多分西口っていうと、あれですね、なんつったかな、高圧鉄塔の近くかな。ちょっと成城学園のね、街歩きも撮ったんで、見てもらえばわかると思うんですけど、こういった形でね、成城学園のバスも出てます。ね。いったところでございますね。はい、じゃあそうしましたら、ちょっとまた、駅の方戻ってまいりますか。千歳からさんはね、ちょっと駐輪場問題って言ったんですけど、ここの結構大きい駐輪場ありますね。ここで収まりきれるのかな、果たして。ね。というのありますけど。はい、それでは続きまして、北口の方ですね、歩いてみたいと思います。さっきはこの左手のね、駅のところから出てきたんですけど、今度はこっちの図書館の方に向かってね、歩いていきましょう。ここの左手側は、さっき近くなんですけど、マツケン食堂とか、西口の改札がありますね。はい。で、ここの右側、ぐんぐんの原島ありましたね。こっちはね、駅前店ということになりますね。ぐんぐんの原島。あとはですね、こっちの方は、重倉か、豆腐屋さんね。チェーンとチェーンですけど。で、エルモールからすればですね、なんだっけな、いち早く商店街でね、電子ポイントカードをね、導入したということでね、結構先進的な取り組みやってるんですね。で、普通のポイントと違いましてですね、ここ面白いのがですね、例えばね、インクカートリッジ回収のね、リサイクルポイントとか、あとボランティアポイント、あとね、駐輪場を利用した時にね、ポイントが貯まるんですね。はい。というのもですね、結構、冒頭でも申し上げましたけどね、自転車が多いので、結構ね、こういったところに自転車が、無造作に置かれてるっていうね、状況もあるんですけども、そういったところを考えましてね、自転車を駐輪場を利用するとポイントが貯まるとかあるんですね。で、そのですね、ポイントをですね、使うんですけど、100円で1ポイントだったかなっていう感じのレートなんですけどもね、こちらのポイントはですね、面白いのはね、この千歳烏山周辺のですね、銀行とですね、銀行からこうポイントを現金として下ろせるのかなっていう感じの取り組みやってましてですね、結構だから千歳烏山のエコシステムっていうか、地域通貨としてね、経済圏ができてるんですね。ここから歩いていきましょうか。図書館というか区民センターか。なります。はい。基本的にはこの辺、駅の手前側はチェーン店が多いですかね。一通り揃ってそうじゃないですか。松屋、未来坂、ドトールとかね。一通り揃ってそう。あとね、ダイヤスタンプだっけな、なんかポイントとダイヤスタンプっていうなんか2つ貯められるのかな。なんかそういうのもあるみたいでね、結構面白いですよね。お買い物するとね、いろんななんかポイントスタンプがあって、ね、なかなかそういった取り組みを導入するっていうのはね、結構柔軟性高いなと思います。はい。で、ダイヤスタンプって言ってますね、アナウンスで。言ってますね。はい。こっちの右側は、クレアっていうのかな、ダイソーとか入ってますよね。コートダジュールとか。といった形で、あれですね、スーパーの大関がここの、地下にあったんですね。なんかこの看板がちょっと、フォントが平成初期ぐらいな感じするんですけど、ね、スーパー大関あります。で、あとは、こっちの方から先は結構個人店が見えてきましたね。ミートショップ、奥吉、お肉屋さんありますし、あとね、バックショップのお店、ね、あります。
あとはまあ、エルモール烏山の商店街の事務所かな。うん。あとツールハードラックっていう感じですね。もう少しこの旧甲州街道の方まで行きましょうかね。まあ、歩行者天国なんで、ちょっと道のとこ歩いてもいいですよね。っていう感じで、じゃあ行きましょう。まあ、ベローチか。ベローチがあったり、ここもなんかですね、お茶の桐山、海苔。なんかお茶とか海苔屋さんがなんかさっきから見かける気がするんですけど。気のせいか。でも、あれですね、エルボール烏山は、そういった昔ながらの商店もね、こう残ってるっていうのはなんかいいですよね。うん。大体こうね、チェーン店とかで、街並みというか変わってきちゃったりするんですけど、ちゃんとそういったお店も残ってるのがいいかなと思います。はい、こちら、烏山交番横通り、旧甲州街道になりますね。旧甲州街道沿いなんですが、あれですね、サイゴンビアーつって。サイゴンビア。いいね。どうしようかな。ね、ちょっとこっち行ってみますか。なんかね、バスがあっちを通ってるんで、ああ、そっか。だから、やっぱ駅前にバスが行けないっていうのはね、一つちょっと弱点であります。だから線側もそうですよね。線側もそうだよな。うん。島中の、ところでバス停があると思うんですけど、成城学園から線が行くときに、そこで降りる形になりますよね。うん。まあそう考えると結構共同とかは、バスロータリーがあったりとかしますしね。うん。はい。あと、ここも一応あれなんだ。あ、ここですね。小田急バスでね、吉祥寺まで出てますからね。うん。荻窪吉祥寺出てますね、バスね。はい。で、ちょっとこっちの方も、行ってみましょう。バイバイ千唐揚げ。あ、違うわ。千歳烏山鶏唐揚げ専売店か。逆から読んでて。ね。とかあります。あとこっちですね。声優がありましたね。これ声優近いの結構いいじゃないですか、これ。ね。声優あるわ。声優があって、あとね、なんだっけな。うなぎ屋さんとかもありますが、俺の駅地下に声優があるって、そういえば、下高井戸にもありましたね、声優ね。すぐ、京王線で結構近いですけど。とか、あと、調布にもありますけど、うん。あと、仙川もあるわ。仙川も駅のすぐ横に声優があって、なんか便利ですね。うん。こっちは、まあ、目利きの銀次とか、ここ行くと区民センターの方だと思うんですけど、なんだろう。まあ、チェーン店が見えてきますね。ここもなんだか、作ってんのかな？何かできるのかな？ここ何ができるんでしょうかね。店舗事務所って書いてありますね。具体的な名称は書いてないんですけど、なんか将軍ビルができそうです。ここもだからお茶と海苔屋さん。なんかね、お茶と海苔屋さん多い気がするんだよな。なんかゆかりがあるんですかね。黒豚チントンセット。ここは大戸屋がありますね。うん。大戸屋があって、あとはまあ、流通センターと、あとこの辺は医療モール的な感じですかね。うん。
医療モール的な感じで、まあ、あとは KFC と、ここからファイ。あとこれ、シティチャージって書いてある。これ、なんだろう。これは何？充電できんのか。すごい、充電ボックスがある。すごいね。ここあれだ、充電できんだ、スマホ。変わってますね。シティチャージっていうんですね。はい。こっちのですね、区民センター前通り、深大寺門前そばありますね。調布市といえば深大寺っていうのがですね、ありまして、深大植物公園のすぐそばにある、元三大師のね、深大寺。調布の動画でもちょっと概要は説明したんですけどね、ぜひ深大寺も行ってみてください。こっちの方がですね、西口の方になりますね。基本的にはさっきの北口側のイルモール烏山っていうのがね、メインになるかなと、思います。はい、こちら千歳烏山駅の西口になります。ここのちょっと階段降りたところにね、改札がありましてね、そこからね、千歳烏山の、このホームに出れます。はい、じゃあ西口からちょっとですね、こっちの、商店街にしかね、行ってみましょうか。この辺はですね、肉汁餃子、餃子製作所、チェーンかな。あったりとか、あとは、美容室、なんだろう。カルディとか、ツタヤっていう感じですかね。あとは、ご飯屋さんでしょうかね。ご飯屋さん結構人気ありそうですね。とか、あとは、これあれですか、団子の三好ありますね。これ2階イートインになってましてね。イートイン。そう。千とから秘密基地って書いてある。ということで、ここのね、団子の三好、ちょっと、今日は、日曜日なんで、定休日かな。ちょっと残念なんですけどね、お団子買って2階で、ゆっくりね、食べると。なんかかき氷団子とか最近やってるのかな。結構、ね、三好はなんか、お団子いいですね。で、あとは、ロバーツカフェとかなんかありますが、ここは、ちょっとテナントが入ってる感じで、コーヒー屋さんとか、あとなんだろうね、ブックか、本屋さんがある、感じか。こういった烏山ブックスって多分地元の、あれですね、書店でしょうかね。もう多分長く営業されてるかと思うんですけど、とかあったりしますね。この、プラザ6番館というところでございます。はい、こちらなかなか渋いですね。烏山飯店でございます。ここは中華料理屋さんなんですけども、チャイニーズレストラン。ね。渋いですね。定食あります。なんかこれの和肉って美味しそうじゃないですか、これ。で、なんか、めっちゃ肉厚で。エビ玉とかね。ルーローハンみたいなやつか。とか、カリーライスね。なんかいいね。渋くていいですね。はい。烏山飯店。いいね。とか、あとはね、こっちも中華料理だね。千秋楽たりしますね。中央メガネセンター。メガネ屋さんね。この上はなんかあれかな。なんかな。ちょっと音楽関係のバーか。バーですね。バーがあります。ここも果物屋さんがあるんですけど、今日はちょっとお休み。で、あとはパチンコか。ここは讃岐うどんのお店ありますね。
麦かっていうのかな。かけうどん、ぶっかけうどんね、それぞれあります。なんか、讃岐うどん屋さんがあるんですね。打ちたて自家製の讃岐うどん。あとは、スナックとかも、ありますね。天陽か。中華料理。この餃子美味しそうだね。餃子美味しそうな、中華料理。あと、この上はラケットショップ富士がある。ラケットショップ富士か。ここにあるんですね。もうポイントカード、はるか昔のポイントカードをなくしてしまった。あとは、レンゲ食堂ね、あるといった感じです。なんか中華が多いね。中華はまあどこ行ってもあるか。はい。ここで旧甲州街道出るんですね。はい、こちらはですね、コーヒーメーカーっていうところですね。おうちコーヒー始めませんか？フレンチプレス。ね。フレンチプレス入れたコーヒーには、いいな。一回ちゃんと家でコーヒー入れたいなと思うんですけど、いつもね、サボってコーヒーバッグで飲んでますけど、なかなかいい香りがする、コーヒーメーカーでございます。本日の焙煎、書いてありますね。うん。いい感じです。あと、この辺もなんか路地もあれですね。うん。焼き鳥の香りが漂ってきますけど、どうしよっか。ここはね、お花屋さん。ハーブが売ってますね。鳥。はい。バスの発着所になってるのかな？荻窪駅まで行きます。高井戸経由ですね。あと吉祥寺駅ということで、中央線の方にもね、こうアクセスできるっていうのは一つ、メリットですね。ここはですね、メール街っていうんですね。どうしよっか。ちょっと、メール街。ちょっとさまよってみますか。ガヤガヤってなんかちょっと変わったとこありますね。ピザ屋さん。洋食屋さんですね、ガヤガヤ。この辺になんかおしゃれなイタリアンレストランがあった気がするんですが、たどり着くかな？ここか。プルチーノかな？ピザが結構ね、いろいろありますね。うん。そう、ここの、だから、窓辺の席。なんか良さそうですね、こういうとこね。うん。こういった感じのね、イタリアンダイニングのお店がありました。こっちも、なんかまたですね。っていうか、なんかちょっと変わったお店。三八食堂っていうね、結構の入り口が、なかなかおしゃれな感じで、静岡県富士宮の農園から作られる有機肥料、無農薬で作られた野菜を中心にお出ししてますって書いてある。結構こだわりがね、ありそうで、今日は貸し切りなんですけども、ね、なかなかいい感じのレストランありますね。はい。で、ここはガパオライス専門店なのかわかんないけど、中川シェフのガパオライス。ね。大体タイ料理行くと安定のガパオライスを頼んでしまう私でございますけど。ね。ガパオライスのお店とか。こっちは、ここも、こういう郵便局とか、ある感じですかね。お寿司屋さんとバーと、この辺のドリームとか、この辺のなんか、このプランタンっていう看板もなんだかね、ちょっと昔ながらの雰囲気を醸し出してますけど、フグチン。この辺はバーがありますね。お酒飲めたらバーとか行きたいんだけどな。お酒も強くないからな。
大衆酒場 NEXT。っていう感じで、あ、ここなんかパン屋さんありますよ。手作りパン屋さん、トゥクガリっていうところで、なんか厳選す、なんだろう、そんなに種類は多くはなさそうなんですが、なんか厳選されたパンがこう、ちょこっとね、置かれていて、なんか可愛らしい雰囲気ですね。烏山総合支所でございますね。はい。世田谷区は結構支所が多いですね。うん。やっぱり世田谷区役所っていうとね、ちょっと東急世田谷線の、とこをね、使っていかないといけないので、ちょっと不便なんですよね。なので、こういった総合支所っていうのは結構、あちこち設けられてますね。うん。こっちの方は、またなんかマンションが見えてきましたね。コーヒー豆屋さんあります。マンション見えてきて、国道20号の、甲州街道も、この先でしょうかね。こちら、甲州街道の青色看板ありました。まっすぐ行きますと、中央線の三鷹の方に行きますね。左手が府中、調布といった形で線側の方にも行けます。右手側がね、新宿方面で、途中、環八通りにぶつかっておりますので、このですね、千歳烏山周辺はやっぱり交通量が多いですね。環八と甲州街道とあと首都高速があるんで、やはり車にとっては結構通勤時間帯とかすごい渋滞が発生するんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。あとこちらですね、和風スパゲティのスパローというお店が出てきました。こちらなんかいい感じのね、趣のありそうなお店。ランチセット。ね。パスタ1品、サラダ、ね、スープ。ディナーもあるんですけどね。これちょっとなんかこう、喫茶店チックなね、パスタ屋さんですね。うん。漫画も置いてあったりとかして、なんか、いいですね。うん。はい、こちらですね、甲州街道出ましたね。こちら国道20号ですね。東京五街道一つ、甲州街道でございますけど、やっぱりそれなりに交通量は多いですね。うん。結構この辺はですね、僕一回自転車で、どこだ、八王子から新宿までかな、行ったことあるんですけど、新宿より先まで行ったかな、甲州街道で結構ですね、この辺は車通りも多くて渋滞が激しくなります。はい。はい、それでは千歳烏山駅から甲州街道を越えて、こちらの寺町通り交錯したというですね、名前がついております。ここの正面の小道、路地みたいなところなんですけど、ここですね、寺町通りという名前がついております。で、寺町という名前がつくぐらいですから、ここですね、実は千歳烏山の小京都と呼ばれている場所でございまして、仏教寺院が26もですね、こちら、あるんですね。26箇所あるということで、ちょっとね、寺町通り巡ってみたいと思います。で今ちょっと寺町通りのですね、入り口といったところでも、と言いますでしょうか、そこにおるんですけども、こういった形でですね、千歳烏山の寺町通りにはお寺がたくさんございます。はい。お寺ですね、源証寺、上院寺、上満寺、上円寺、源流王院、善行寺、永願寺といった形ですね、こういったですね、26箇所のですね、お寺がですね、千歳烏山にあるんですね。はい、それでは早速、寺町通りお散歩してみましょうか。こうやって見てみるとね、手前側、アパート、の住宅街って感じなんですけど、ここからでしょうかね。ちょっと小京都っぽくなってくるんでしょうかね。うん。僕はね、ここ来たの初めてなんでね、ちょっとワクワクしながら歩いておりますが。ね、なんかでも、やっぱ雰囲気はちょっと変わってきましたね、ここからね。こういったですね、早速、これは多聞院ですかね。
うん、お寺さん見えてきましたね。多聞院入ってみましょう。ね。こういった形でね。うん。なんか、落ち着きますね。こういうところね。ここには、アニマルおりますよ。ね。このゾウさんのタイプ初めて見たな。ここは常満寺でしょうかね。うん。こちらは常満寺、お寺さんでございます。すごい。YouTube、お坊さんの YouTube がある。この辺はなんか、歩いててもやっぱり、なんかいいですね。なんて表現したらいいんだろう。なんか心落ち着くみたいな感じ。そう。こちらの右手に見えてまいりますのが、こちらはこちらはね、上永寺でしょうか。うん。お寺さん。学ぶほど謙虚に。これはいい言葉ですね。これはなんか奥に施設があって大きいですね。ここはですね、広隆寺でございますね。日蓮宗か。ちょっとね、さらっとお寺さん入っていく感じになってね、恐縮なんですけどね、ちょっと動画の尺の都合上、ね、お許しくださいませ。こちらはね、こちらはね、尊明寺ですね。尊明寺か。尊明寺でございますね。こちらが妙有寺ですね。なんか、変わった、あれですね。なんか、インド様式みたいな感じですね。うんうん。わあ、これは立派ですね。ちょっと読み方がわからないですけど、浄土宗のお寺さんですね。小王院でしたね。で、こちらはですね、関東大震災にって書いてあるんですけど、こちらの寺町通りですね、関東大震災で罹災したお寺さんがですね、この地に移転してきたんですね。いくつかなんですけど、それによってこの寺町というのはですね、結成されたわけですね。こう見てみるとやっぱりこの特徴的な外観がね、目を引きますよね。こちら大黒天って書いてありますね。永光寺、永隆寺でしょうか。
こちらは修福寺でしょうかね。修福寺。こちらは大きいお寺さんですね。こちらはですね、妙重寺ですね。妙重寺でございます。ちょっと妙重寺入ってみましょうか。こちら鐘がありますね。関東大震災の時に隣接のガス会社にリリースしたコールタール等により猛火に包まれ破損したので、当時の被害の甚大だったことは想像できるのでありますと書いてありますね。コールタール。なんか癒しの空間でいいですね。もはやここは京都だ。ここはもはや京都ですね。これも立派ですね。すごいな。合掌一礼って書いてあります。いやー、僕、千歳烏山にこんな癒しのスポットあると思わなかったです。正直。はい、こちらが高原院ですね。高原院ちょっと入ってみましょうか。これハスですかね。これカムイ池ですかね。烏山のカムイ池ですね。これ、カルガモ、ワガモ、コガモがね、越冬 しに来るんですね。秋も深まるとたくさんのカモたちがシベリアから飛んできますって書いてあります。カモちゃんに会えるんですね、ここ。これ素敵ですね。この朱色の橋とこの、カムイ池。いいですね。鯉がたくさん泳いでますよ。弁財天でございますね。この池の周りをこうぐるっとね、回れるんですね。鯉たちが元気にね、泳いでます。これは素敵なスポットですね。いやー、ここまで来たことはなかったです。こちらの鴨池でございますけれども、烏山川の水源となります。1970年ぐらいでしたっけ、烏山川のね、今暗渠化されておりますけども、世田谷を流れるね、川でございます。世田谷を南下しまして、北沢川と合流して目黒川にね、至る烏山川というのがですね、ここから、ありました。
烏山川はですね、ちょっと水の量が足りないということで、玉川上水っていうのはこの近くにあるんですけどもね、玉川上水からもね、水をね、引っ張ってきて、河川のね、流量を確保していたということで、こちらのね、烏山川の水源でもあります。こちらですね、地形的に見てもですね、特になんていうかな、湧き水が出るような地形じゃないんですよね。こちら世田谷のエリアのこの地点はですね。で、なんで水源なのかなっていうところなんですけども、こちらはですね、中水って呼ばれておりました、宇宙の宙に水ですね。中水で、雨水ですね。雨水を水源とした、こちらの池になるんですね。はい。ですので、湧き水とはちょっと違うみたいで、雨水の水源となっているといったところでございます。はい。今、高原の近くにおるんですけども、こういうところはあれですかね。コンクリで暗渠化された烏山川でしょうかね。ちょっと定かではないんですけど、歩いて行ってみましょうか。なんとなくね、この小道がね、なんか暗渠化されているような気もするんですけども。お寺さんの近くは結構ね、静かな住宅が広がっておりますね。この辺りなんかも川のね、分岐みたいな気もしますよね。ここはどこへ抜けていくんだろうな。なんかこういう道はワクワクしますね。なんかこういう道があるとついつい歩きたくなっちゃって。わかりますかね、なんかね。冒険心をかき立てられるような感じ。なんか道を抜けると松葉通りっていうところと、あと、これはですかね、都営のアパートですかね。都営団地かな。なんか6号と5号と見えてきました。なんか急に開きましたね。はい。タヌキが見えてきましたね。ペット供養で有名な常福寺でございますね。ちょっと入ってみましょうか。タヌキたくさんいらっしゃいますね。常福寺でございます。ね。お酒飲んで。お地蔵さんもいらっしゃいます。水地蔵尊。タヌキと一緒に。タヌキはほうき持ってお掃除してますよ。我慢はそれほど大変ではない。大変なのは痩せ我慢。わかる。で、ここはですね、サイレン寺だってますかね。よいしょ。はい。ということで、今日は千歳烏山をぐるっと一周回っていました。いかがでしたでしょうかということですね。千歳烏山、この駅を降りてすぐエルモール烏山という大きな商店街がございまして、チェーン店から昔ながらのお店など、たくさんのですね、ショップが集まっており、お買い物に便利だなと思いました。
スーパーにつきましてはね、大関とかライフ、西友といった大型スーパーの近くにございますので、日常のお買い物よりね、利用しやすいかなと思います。電車は準特急が止まりますので、朝の通勤時間帯は少し時間かかりますけども、基本的には急行、準特急使えば、12分から22分ぐらいの間で新宿まで行けるといったロケーションに位置しております。でまた、千歳烏山ですね、少し歩いたところに寺町通りというところ、26カ所の仏教、お寺さんがあるというところで、今日はそこをですね、ちょっと回ってみたんですけども、ちょっと全てはですね、コンプリートできなかったですけど、非常にですね、草原の雰囲気で、心が癒されるような、そういったね、環境、またその周辺の住環境もですね、静かなところでいいかなと思いました。ただ、車をお持ちの方はですね、甲州街道、環八通り、首都高速と、ちょっと、渋滞が激しいポイントが多いので、自転車とか電車利用でしたらね、ちょっとそこら辺も便利かなと思います。はい、私がね、運営しております、国内初の座れる場所をまとめた、座れる休憩場所検索とかですね、あとは街の住みやすさについて解説しております、Find My Town というサイトを運営しておりますので、ぜひですね、遊びに来ていただければ嬉しいです。であとですね、チャンネル登録および高評価、いただけると非常に嬉しく思います。今後の街歩きのモチベーションにもつながりますので、ぜひですね、お手数でなければお願いしたいと思います。はい。それではですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回もまた街歩きしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それではさよなら。